こんにちは。フィリピンの動き、激しいですね。そこについていこうと日々努力をしております。大輔です。本日もですね、引き続き僕の大切な方がいるフィリピン、そして友人がね、いるマニラ、こちらの現状を正しく把握していきたいと思いまして、皆さんと一緒にですね、理解を深めていくといった回になります。本日の流れはこちらになります。1、検疫違反者への警察の強制力。2、緩和され始めるとされていた国際線フライトの現状。3、帰国できない60歳日本人男性の今。ということで、最近フィリピンではですね、豪雨が続いていたということもありまして、随所で洪水のような形で道に水が溢れ返っていたんですよね。その時の映像をフィリピンから帰ってこられなくなった僕の友人といってもね、年上の人生の先輩なんですけども、彼に映像をいただきましたので、動画の最後の方で紹介をさせてもらいたいなと思います。洪水の中ですね、トライシクルだとかトラディショナルジプニーが力強く走る様子をね、見ることができます。万が一ですね、実際に渡航する必要性がある方いらっしゃいましたらですね、改めて在フィリピン日本大使館など信頼できる情報筋、ご自身で確認取られるということを強く推奨させていただきます。それでは参りましょう。1、検疫違反者への警察の強制力ということで、フィリピン国家警察のアーチー・カンボアチーフ、こちらの方の言葉が CNN の記事で紹介されてました。MECQ が始まった8月4日の朝のニュースとしてね、掲載されていた彼の文、読み上げますね。関係する住民の皆さんが新しいロックダウン規制に適用するにあたり、メトロマニラ、リサール、カビデ、ラグナ、ブラカンで検疫違反者の逮捕をまだ実施していませんということです。で、彼は続けてこうも言ってます。国民が MECQ のルールに慣れるまでの間、若干の時間が必要だということを我々フィリピン国家警察は理解しているということですね。ですので、ルールに追いつけない地元住民がですね、例えばマスクを着用せずにモーターサイクルに乗ってしまっただとか、ソーシャルディスタンスをね、守れていないとか、そういうことがあった時に、それをね、検疫所で警察官が見つけてたとしても、強い警告に留めるのみということみたいですね。そんなことが CNN の記事で発信されていました。ただし、これはね、2、3日の猶予という書き方をされてましたので、チェック体制がね、より厳格なものになっていくんじゃないかと思われます。場合によってはですね、逮捕者も出てきてしまうということになろうかと思います。日本と比較しますと、だいぶ厳しめの警察の強制力が発揮される形でのロックダウンということがね、見て取れますよね。フィリピンは5月まではすでに ECQ と呼ばれる最強のロックダウンを経験はしているんですけども、6月以降でね、一旦緩和をしていこうと、経済復興していこうじゃないかという方向性になっていましたので、またね、これいきなり戻るっていうのは、現地にいらっしゃる方としてはね、相当大変なことだと思いますよ。生活がね、深く関わっていますからね。もちろん仕事がある方はね、もっと大変で、生計を維持できなくなる恐れもね、ありますんで、そのね、ウイルスとは別の理由で生きていけないということを意味しますから、なんといってもメトロマニラですよ。人口密集地帯です。検疫所を設けて、警察が封鎖を試みたとしてもですね、移動できず困り果ててしまう。こんな方もね、多く発生すると思いますよ。中には反発する人も出てくるでしょう。長期にわたるロックダウンは人々の生活を奪う行為そのものですし、それによりですね、増えるのは、犯罪の件数だとか、治安の悪化であるっていうことはね、これ間違いないはずなので、フィリピンはそういった経済的リスクと、医療リスクのキワキワのところをですね、命綱なしで渡っているということが見て取れるんじゃないでしょうかね。で、警察のね、アーチー・ガンボアチーフ、記事の中でね、このようにも続けておりました。検疫所での対立を避けるため、国民の協力が必要です。警察と争わないでください。違反者に対して拘束力を行使する際は、検疫ルールに従わなかった場合だけでなく、不服従に関する場合もありますというね、こういったことを言ってるわけですから、戦々恐々としてる様子、伺えますよね。ということで、次行きましょう。
丸2、緩和され始めていたフライトの現状ということで、実はですね、今回のロックダウン逆戻りとなるね、この判断の手前で、フィリピン系のエアラインであるセブパシフィック、あとね、フィリピン航空からいくつかの力強い発表がね、これなされていたんですよ。で、僕にとっては、これって明るい話題でして、セブパシフィックっていうのはね、日本路線、2路線運航をね、8月から再開されるということが発表されてました。成田空港発マニラ行きの便、8月1日から水曜日土曜日の週2回、関西空港からマニラ行きの便が8月7日から金曜日の週1回、それぞれ運航をね、再開されるという報道がありました。ちなみにですね、マニラを離発着する国内線に関しては MECQ の規定によりまして全便欠航となっているものと理解をしています。で、国際線についてもね、おそらく同様に離発着がね、困難になっているものと思われますけども、厳密に今回の MECQ 入りの影響を受けまして、国際線フライト、全てキャンセルになるのかどうかっていうのは、ちょっとね、今、現時点僕の方では十分にですね、理解できていない状況です。ですので、成田発マニラ行きの便がですね、直近でどうなったのかっていうのを確認してみました。毎週水曜日土曜日の2回ということでしたので、直近ではですね、8月5日、水曜日のフライトですね。今日ね、その前日8月4日の夜にこれ撮影してますので、明日のフライトの状況どうなのかと見てみました。こちらのフライト、キャンセルとなっておりました。おそらく MECQ 入りしたマニラにね、降り立ったとしても、移動が困難で、フライトそのものに意味がないというね、ことがあったんじゃないかなと。これは僕個人の意見ですけども、こういうふうに推測をさせてもらっております。ちなみに今述べました日本からマニラ行きとして予定された便、これね、片道切符のフライトだったんですよね。すなわち、マニラ発の航空券、これね、販売していなかったみたいなんですよ。で、一般的に我々がよく目にする旅客機っていうのは、往復運航をすることがね、多いんだと思うんですけどね。なぜ今回は片道なんでしょうか。それはですね、今回の運航再開で乗せる人たちがどういった属性の方々なのかっていうのをね、考えれば分かってくるものがあるかもしれません。フィリピン政府の感染症タスクフォース IATF は8月1日以降ですね、長期ビザを持つ一部の外国人がフィリピンにね、入国できるようになりますよというふうに公開されておりましたね。ということはですね、今までフィリピンに入りたくても入れなかった方々っていうのがある一定数押し寄せてくることが想定されるわけでして、そこには人の移動の需要が生まれてくるというこういうことなんですよね。そこに来ての MECQ ですから、影響をね、受けていらっしゃる方が、かなり、一定数ね、いらっしゃるんじゃないかとは思いますよ。皆さんの旅の予定、生活がね、うまく進むことを願っております。もしこれ実際ね、自分が遭遇して困ってる方が、もし万が一このチャンネルをね、見てくださっていればですね、何の手助けができるかちょっとわからないんですけども、ぜひね、コメント欄で様子をね、教えていただければと思います。僕の方で必ず目を通しまして、返信をさせていただきます。それでは次行きましょう。③。帰国できない60歳日本男性の今ということでして、真野さんの動向、ご本人から連絡がね、入りましたので、皆さんに報告をさせていただきます。真野さんにつきましては、以前の動画でお伝えをしておりました。ある日本人男性がね、フィリピンの田舎町でロックダウンに遭ってしまいまして、帰ってこられなくなったというリアルなお話でございます。この真野さんですね、定年退職後に自分を見つめ直す旅として、長めの観光でですね、フィリピンに行ったと。でそこで遭遇したのは、3月にドゥテルテ大統領が発表したロックダウンだったというわけなんですよ。そして今に至るということですね。7月末に役所の手続きがあった関係で、お住まいであるガパンシティからマニラ首都圏にね、出向かれていたようなんですよ。このガパンシティとマニラっていうのはね、だいたい100キロぐらい離れていて、スムーズに行けば2時間ぐらいで車で移動できるんじゃないでしょうか。ですので、ちょうどね、MECQ が始まるってタイミングで若干被りそうだったんでね、僕自身とても心配していたんですけども、真野さんに関してはなんとかロックダウンに入る直前にご自宅であるガパンシティに帰ることができたということですので、ほっとしております。そしてですね、ガパンシティとマニラとの間を移動する際のね、道の様子がすごかったみたいなんですよね。と言いますのも、真野さんからね、こういただいた映像を見るとわかるんですけど、大雨によってですね、水はけ機能を失ったフィリピンの田舎町の様子、これがね、見て取れます貴重な映像をいただいてますので、皆さんと一緒に見ていきたいと思います。
いやー、ということでね、危なかったですね、マノスさん。無事にお帰りいただいたということで、安心しました。ということで、今現在のね、ガパンシティの様子、マノさんもね、もろにこう MECQ の影響を受けていそうだったので、いろいろとね、ヒアリングをさせていただきました。こういう感じみたいですね。ガパンシティはメトロマニラと同じくして MECQ になったようです。あれガパンシティって MECQ として発表されてた地域のブラカンの隣ではありますけど、ギリギリエリアの外じゃなかったっけってね、僕自身も Google マップ見ながらね、思ったわけなんですよ。彼に確認したところですね、こんな状況でしたね。地域によっての判断もあるようですということで、ガパンは MECQ になりましたっていうことですから、奥が深いですよ、フィリピンは。ね、こういうふうにローカルのルールで厳格なロックダウンに入る地域っていうのは、ちらほらあるよということですので、現地にいらっしゃる方は特に注意が必要ですよね。で、こんなレギュレーションなようです。基本的に外出は禁止ということで、特に60歳以上21歳以下はね、もっと厳しくて、外出が許可されているのは通院のみということで、かつ曜日指定がなされていて、日中のみしか移動ができないと。で、その際はクアランティンパスの携帯が必須ということです。夜間8時から明け方の5時までは外出も完全に禁止ということでして、買い物のね、目的での外出もダメみたいなので、このね、年齢制限に引っかかる方っていうのは、家族と協力しながら乗り越えなくてはならない状況っていうのが続いてます。大変ですね。ということで本日はですね、強めのロックダウン入りのマニラ首都圏、警察の動き、フライトの状況、あとね、私の友人であるマノさん状況について皆様に報告をさせていただきました。フィリピン滞在中の方はくれぐれもお気をつけてお過ごしください。そしてですね、日本でお聞きになっていらっしゃる皆さんっていうのもかなり多いんじゃないかと思います。特にフィリピンにご家族がいてね、会えない方も複数名コメントでやり取りをさせていただいております。そんな皆さんもね、日々暑い日が続きますので、熱中症など気をつけてですね、お過ごしいただければと思います。こんな感じでフィリピンに関しては特にね、僕の大切な人がおりまして、手厚く注目をしていきたいと思っております。海外渡航に関する最新情報も扱っておりますので、もしよろしければチャンネル登録をいただきまして、一緒にですね、こういった世界情勢、理解を深めていければ嬉しいなと思います。以上です。大輔でした。